は。今回は湯沢屋さんのワンダーウール、色番が31番ですね。真ん中が薄いグレーで、だんだんベージュからホワイトになっていくグラデーションのものです。これを2玉使って、ちょっと大きめなスヌードを編んでいこうと思います。ワンダーウール抗菌と書いてありますね。アクリル 80%、ウールが 20%、棒針は6から8号、かぎ針は5から6号となっています。150g で約375メーターあります。色番が31番。そして使用するのは10号 6mm の針を使います。5から6号推奨となっていますが、ザクザクふわっと編んでいきたいので大きな針を使っていきます。はい、それでは編み始めます。最初から輪にしてそのまま、どんどん輪のままですね編んでいこうと思っているんですが、鎖で作り目を作るとその後ちょっとね、またその鎖から拾っていくのが大変なので、中長編みから編み始めようと思います。作り目をせずに中長編みをそのまま編んでいきます。まず結び目を作ります。そしたら鎖を3目編みます。そして針に糸をかけて、針から数えて3目目、一番最初の鎖ですね。上半目と裏山2本が針の上に来るように針を入れて糸をかけて持ってきます。持ってきたら針に糸をかけて1つループをくぐります。これで鎖が1目できました。この鎖が、次の中長編みの土台となります。そして針に糸をかけたら3本一度に引き抜いて、これで中長編みができました。このように見るとこの鎖が土台で、その上に中長編みがあります。最初の鎖3目は中長編みの作り目なんですが、これも1目として数えます。それではもう一度針に糸をかけて、今度は先ほど作った鎖の土台に針を入れます。ちょっと糸が割れて見えにくいんですが、鎖2本ですね。鎖の2本に針を入れて糸をかけて持ってきたら、針に糸をかけて1つループをくぐってまた鎖を作ります。そしてかけて3本一度に引き抜く。次針に糸をかけて先ほど作った鎖の土台、前と後ろ鎖の2本ともに針を入れてかけて持ってくる。そしてかけて1つループをくぐって鎖の土台を作ります。そしたら針に糸をかけて3本一度に引き抜いて中長編みができました。かけて鎖に針を入れて糸を持ってくる。かけて1本引き抜いて鎖を作ったら、かけて3本一度に引き抜いて中長編み、これを繰り返して最初の立ち上がりも含めて、偶数目になるようにどんどん中長編みを作っていきます。この編み方で、最初からね作り目鎖をしないでこのように編んでいくと、このね土台のところの鎖が突っ張りにくくて伸び縮みもしやすくて、とても便利だと思います。はい、中長編みを編んできました。そしたらねじれのないように最初の糸端が下に来るように、このように立ち上がりの3目の部分ですねを持ちます。で目を編むときに一緒にね輪に接続するのに
編んでいきます。針に糸をかけたら土台の鎖に針を入れて糸を持ってきます。そして最初の糸端がついているこの1個目の鎖ですね、そこに針を入れて糸を引き抜きます。引き抜くときにこちら側の鎖の土台を一緒に編みます。そして針に糸をかけて3つ一度に引き抜く。引き抜いたら鎖123目目に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めて引き抜き編みを小さくします。これで中長編みを輪にしました。そしたら次の段鎖1で立ち上がります。で針に糸をかけて今立ち上がったこの鎖は目数として考えないで編んでいきます。このすぐ下根元ですね、鎖123目の立ち上がりがあります。これを表引き上げ編みで編みます。針をこの目の右から左に目が針の上になるように入れてかけて持ってきたらかけて3本一度に引き抜きます。中長編みの表引き上げ編みをしました。次は針に糸をかけて裏引き上げ編みをします。次の中長編みの後ろから後ろへ針の向こうに中長編みがある感じですね。で糸をかけて持ってきたらかけて3つ一緒に引き抜く。次は表引き上げ編み、針に糸をかけてちょっとこれ糸がね分かりにくいと思うんですが、この隙間ですね、右から左に針を出して糸をかけて持ってきてかけて3本一度に引き抜く。裏引き上げ編みはかけて後ろの右から左に針を出してかけて持ってきて3本一度に引き抜く。裏と表を交互に繰り返していこうと思います。表引き上げ編み、裏引き上げ編み、表引き上げ編み、裏引き上げ編み、一周ぐるっと繰り返していきます。はい、表引き上げ編み、裏引き上げ編みと繰り返してきて、最後裏引き上げ編みをしました。そしたら最初の表引き上げ編みの頭に針を入れて糸を引き抜きます。キュッと糸を引き締めたら、次からスターステッチの下の段の模様を編んでいこうと思います。鎖3目で立ち上がって針から数えて2目目の上半目に針を入れます。糸をかけて持ってきてその下の鎖ですね、針から数えて3目目の上半目に針を入れて糸を持ってきます。そしたらちょっと入れにくいんですが、先ほど引き締めたこの引き抜いたところですね、ここにも針を入れて糸を持ってきます。次は最初の表引き上げ編み、1目目の表引き上げ編みですねの向こう半目です。頭の向こう半目に針を入れて
糸を持ってきます。今針には5本かかってます。全部で6本になるように糸をかけるので、次裏引き上げ編みの頭、向こう半目に針を入れて糸を持ってきます。これで針に6本糸がかかっています。そしたら針に糸をかけて一度に引き抜きます。引き抜いたら鎖を1回。これが一つの模様となります。次、このねキュッと引き締めた真ん中、この隙間に針を入れて糸を持ってきます。で、最後に持ってきたこの糸ですね、6本目の糸の向こう側、この糸です。向こう側に針を入れて糸を持ってくる。そして最後に入れた目と同じところなので、ここですね。ここから糸を持ってくる。そしてここで新しく2目進みます。次の目の向こう半目に針を入れて糸を持ってくる。次の裏引き上げ編みの向こう半目に針を入れて糸を持ってくる。ちょっと糸が割れやすいですね。向こう半目から糸を持ってくる。6本かかったら針に糸をかけて一度に引き抜く。鎖を1回。2つ目の模様ができました。ふわっとふわっと、あまりきつくしすぎないようにですね、編んでいきます。今編んで引き締めたこの中心ですね、ここに針を入れて糸を持ってくる。で、最後に入れた目の向こう側、今正面からは見えないです。この糸の向こう側のここですね、この糸を拾うように針を入れて糸を持ってくる。最後に入れた目と同じところ、ここですね、ここから糸を持ってくる。そしてやっと新しく2目進みます。次の表引き上げ編みの向こう半目から糸を持ってくる。次の裏引き上げ編みの向こう半目から糸を持ってくる。これで6本になったのでかけて一度に引き抜きます。そして鎖を1回。3つ目の模様ができました。繰り返していきます。6本まとめたこの中心ですね、ここに針を入れて糸を持ってくる。最後に入れた目、この斜めの目ですねの裏側のこの糸に針を入れて糸を持ってくる。で、この目が入っている、最後の目が入っている同じところ、同じ目に針を入れて糸を持ってくる。そして新しく進みます。次の目、表引き上げ編みの向こう半目に針を入れて糸を持ってくる。裏引き上げ編みの向こう半目に針を入れて糸を持ってくる。糸をね持ってくる回数はかなり多いですね。5回なので多いですが、進むのは2目ずつ進んでいきます。そしてかけて6本一度に引き抜きます。で、鎖を1回で4つ目の模様ができました。この模様をひたすら繰り返し編んでいこうと思います。中心、裏側、
最後の目と同じ目、そして新しい目に進んで1回2回2目進みました。かけて6本引き抜いて鎖を1回。まとまったので中心から持ってくる。最後の目の裏側から持ってくる。最後の目と同じところから持ってくる。新しく1つ2つ進んでかけて6本引き抜く。鎖を1回。はい、最後の方まで編んできました。そしたら最後の一模様、中心から持ってくる。最後に入れた目の裏側から持ってくる。最後の目が入っているのと同じところから持ってくる。で、新しく次の一目の向こう半目から持ってくる。で、最後ですね、向こう半目から持ってくる。6本かかっているのを一度に引き抜いて、最後鎖1をするときに最初の模様の一番上、ここですね、ここに針を入れて鎖を取るようにですね、2本針に通して引き抜きます。少しギュッと引き締めたら次の段に行きます。次の段もスターステッチの下の段を編んでいきます。鎖3目で立ち上がって針から数えて2目目の半目に針を入れて糸を持ってくる。3目目の半目から糸を持ってくる。そして次ですね、ちょっと分かりにくいんですが、この戻ったところですね、最後に引き締めたこの中心に針を入れて糸を持ってくる。で、次がここですね、向こう半目に針を入れて糸を持ってくる。そして次、中心に針を入れて糸を持ってくる。これで6本かかっているので、針に糸をかけて一度に引き抜きます。そして鎖を1回、中心に針を入れて糸を持ってくる。最後に入れた目の裏側、この目の裏側の糸をすくって糸を持ってくる。最後に目を入れたところと同じこの中心に針を入れて糸を持ってくる。次の目の向こう半目ですね、向こう半目に針を入れて糸を持ってくる。中心に針を入れて糸を持ってくる。6本になったのでかけて6本一度に引き抜く。鎖を1回。これをひたすら繰り返していきます。中心から持ってくる。最後に入れた目の裏側から持ってくる。最後に入れた目と同じ下の中心から持ってくる。次の目の向こう半目から持ってくる。次の中心から持ってくる。かけて6本一度に引き抜く。鎖を1回。
中心から持ってくる。最後に入れた目の裏側から持ってくる。最後に入れた目と同じ中心から持ってくる。新しく2つ進みます。次の目の半目から向こう半目ですね、持ってくる。次の中心から持ってくる。かけて6本一度に引き抜いて鎖を1回。はい、模様編みの2周目も最後の方に来ました。中心に針を入れて糸を持ってくる。最後に入れた目の裏側に針を入れて糸を持ってくる。で、最後の目が入っているのと同じ中心から糸を持ってくる。そして次の目の向こう半目から糸を持ってくる。で、次がここですね、中心から糸を持ってくる。かけて6本一度に引き抜きます。そして最後、鎖を編むときに最初の目ですね、一番上のこの上から見ると鎖になっている目に針を入れて糸を引き抜きます。少し引き締めて次の段、鎖3目で立ち上がって同じようにぐるぐると繰り返し編んでいきます。そしてちょっと注意点ですね。まず2つ目の鎖上半目から持ってくる。3つ目の鎖の上半目から持ってくる。で、3回目はちょっと戻ったところですね。戻ったところのこの中心から糸を持ってくるというのを間違えないように編んでいくといいと思います。で、次の向こう半目、次の中心から最後の糸を持ってきて6本かかっているのを一度に引き抜いて鎖を1回。始まりは必ず、3つ目の糸を引き抜くときにここでですね、一つちょっと戻ったところから糸を持ってくるという形になります。ではひたすらこれをぐる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 と、続けて編んでいって、幅のあるスヌードにしていきたいので、30センチくらいはずっとね高さを出して編んでいこうと思います。模様編みを繰り返し編んできて、2玉目も、反対から外側からですね糸を取って、使ってきました。最初の1玉、編み始めがグレーだったんですけど、その後、中長編みの表引き上げと裏引き上げを1段編んだ後に、模様がスタートしました。この模様ですね、スターステッチの1段目だけを繰り返す模様編みでしたが、これを12段編んで、次の2玉目に入りました。で、上手に色合わせをした方がいいと思うので、この模様12段編んだところで余った分の糸と同じだけを除いてから編み始めました。ちょっと調節するのは難しいかもしれないんですが、だいたいね長さが揃うように使い始めると
こんな感じで、2玉使うとちょうどいいグラデーションになると思います。では、2玉目も使ってさらに12段編んだので、ここから、最後終わりの中長編みと、それから中長編みの表裏の引き上げ編みを編んでいこうと思います。なので、全部で模様編み24段ですね、編んだところです。そしたら、最後引き抜いたところですね、鎖1で立ち上がります。この鎖1はめかずに数えずに針に糸をかけて、すぐ下の鎖ですね、上から見ると鎖になってます。向こう半目に針を入れて中長編みで、中心にまとめたこの鎖があります。上から見ると鎖になっているので、ここも針に糸をかけて向こう半目に針を入れて中長編み、すべての、鎖ですね、すべての目に向こう半目に中長編みを入れていきます。一周ぐるっと編んでいきます。はい、中長編みを一周ぐるっと編み終わりました。最初の中長編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてギュッと引き締めます。そしたら最後の段になります。最後鎖1でちょっと長めにですね立ち上がったら、これはめかずに数えずに針に糸をかけて、すぐ下の中長編みを表引き上げ編みの中長編み、その隣を裏引き上げ編みの中長編み、表裏と繰り返してぐるっと編んできます。最初と逆に進んでいく感じですね。はい、中長編みの表引き上げ編み裏引き上げ編みを繰り返してきました。そしたらここで糸を切って糸始末をしていきます。針と糸を抜いて、針にとじ針に糸を通したら、最初の表引き上げ編みの頭がここにありますので、この頭と同じように糸をここですね、裏引き上げ編みの頭のところに通して、調節しながら今持ってきた糸が出ているこの頭に針を入れます。そして上手に糸を調節したら、裏側で糸始末をします。糸始末が終わったら、編み始めの糸も裏側で糸始末をします。
糸始末が終わりました。残っている糸はこのぐらいですね。この、1玉目と2玉目の間の糸ですねも結構、余りがあります。でちょっと映りきらないですが長さを測っていきます。幅が、約35センチぐらいになっています。そして、こういう輪になった状態ですね。半分に折りたたんでいる状態の横の長さが約70センチあります。でもちろんこれ2つに折りたたんでねじってですね、スヌードにしてもすごく可愛いと思うしあったかいんですけど、ここをですね1つ目の輪っかを頭にかぶって、で下の、ねじれた下の部分は首に巻く感じにすると今流行りのバラクラバ風にもなるので、30センチ以上のね幅のあるスヌードにしてみました。冬のね寒い時、雪が降っている時なんかは、フードバラクラバ風に頭にかぶるとすごく暖かくていいと思います。で幅もあるので、そのまま肩にかけても暖かいですし、いろんなアレンジが効くんじゃないかなと思います。でこちらが裏の模様になります。裏の模様も結構私はね可愛いなと思っています。すごく不思議な模様なんですが、裏が見えていてもとっても可愛いので、いろんな巻き方をしてアレンジすることができると思います。はい、それでは今回は湯沢屋さんのワンダーウール2玉を使って幅のある、いろいろねアレンジ可能なスヌードを編んでみました。よかったら編んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。